あなたにはやめてもらうしかありません。その言葉がひどく鋭い刃のように俺の耳を貫いた。目の前には社長令嬢。つい数日前、俺は建設現場で落下してきた木材から彼女をかばい、結果として足と腰を大怪我し、車椅子での生活を強いられている。その俺を見舞いに来たはずの彼女が、開口一番で解雇を告げてきたのだ。そんな。痛みがまだ抜けない体をベッドに預けたまま、俺は呆然としていた。体を張って守った相手からの突然の通告だなんて、あまりにも唐突すぎる。背中を冷たい汗が伝うのを感じながら、声にならない声を飲み込む。しかし次の瞬間、口を開いた彼女の言葉は、さらに信じがたい、ある提案をはらんでいた。あなたにお願いしたいことがあるの。あなたにしかできないことよ。それはね。その提案が俺の人生を大きく変えることになる。俺の名前は風間翔介。俺が勤めている桜総合建設株式会社は全国でビルやマンション、大型商業施設などを次々と手掛ける。そこそこ大きな建設会社だ。朝、工事現場に足を踏み入れると、クレーンが青空を切り裂くようにそびえ立ち、あちこちから金属がきしむ音や、機械が動作する音が響く。その喧騒を聞くと、毎度のことながら胸が少し熱くなる。しかし、現場には危険がつきまとうからこそ、何度も安全第一を唱え、全員が連携を取らねばならない。一瞬の油断が重大な事故につながることは、ベテランであっても同じだ。だからこそ、俺たちは作業員同士がフォローし合い、そこに生まれるチームワークを大切にしている。もっとも、大手化するにつれて、後期厳守や利益を最優先せよという圧力が高まり、現場サイドが安全や人を軽視しかねない雰囲気があるのも事実だ。そんな中で俺は、現場監督補佐の肩書きのもと、監督の指示を受けながら、工程管理や進捗確認、作業員との連絡調整を担っている。夏は容赦のない猛暑、冬は底冷えする風が身に染みる。機材トラブルや天候不順があれば、その分スケジュールにも影響する。書類仕事も山ほどあるし、楽な仕事だとは決して言えない。それでも、作業員と同じ目線で工程を見つめ、苦しい時にはお互いが支え合う現場ならではの連帯感が、俺に喜びを与えてくれる。鉄骨が組み上がり、少しずつ建物が輪郭を帯びていく様子を見ると、これこそ人間の力だ、と感じるのだ。おはようございます。風間さん、今日も暑いっすね。ここ最近の日差しやばいですよ。おはよう。ほんとだよな。熱中症にならないよう、休憩はこまめにとってくれよ。あと水分補給もしっかりな。はい、風間さん。いつも気にかけてくれて助かりますよ。こないだの休憩室の扇風機も、風間さんが調達してくれたんですよね。いや、みんなの要望を本社に掛け合っただけだって。実際に設置してくれたのは総務の人たちだよ。こういう雑談は意外に大事だ。作業員たちが何を考え、どこで困っているのか。逆に、どうしたら作業しやすいかを知るための、俺なりの情報収集方法でもある。俺は、サブリーダーではあるけど、立場に関係なく、誰とでも対等に意見を交わしたいと思ってる。そのスタンスのおかげか、現場の仲間からは、風間さんなら頼れる。風間さんに相談すればなんとかなる、と思ってもらえているらしい。ありがたい話だと思う。そんなことを考えていたとき、穏やかな雰囲気を壊すような怒声が響いた。おい風間、昨日の時点で足場仮設の工程が1日遅れてるじゃないか。どういうことだ？作業着姿で腕組みをしながら、鋭い目つきで俺を睨むのは、俺の上司でもある現場監督の三好さんだ。すみません。昨日足場を組もうとしていたエリアで、安全ネットの取り付けが不十分だという指摘が出まして、もし上から資材が落ちたりしたらまずいってことで、急遽補強を優先したんです。少しでもリスクを減らしたかったので。はあ、安全ネット？確かに設置は必要だがな。そんなもんは計画通りにやればよかっただけだろ。いや、計画では一応、最低限のネット設置はしていたんですが、作業員の話を聞いて、実際に現場を見てみると、不十分だと感じました。先に全体の補強をやってから足場を組む方が安全だと。それで、
結果的に作業が1日遅れましたってか？話にならないな。お前のやり方じゃ納期を守れない。もっとバシッと締めないとダメだろ。現場の連中が余計な心配ばかりしてたら、どんどん工期が遅れるんだよ。三好さんが苛立ちを隠さずに吐き捨てる。三好さんは仕事熱心で頭の切れる人だ。ベテランでもあるから現場の経験値も高いし、工程管理のスキルも俺とは段違いだ。けれど、彼は徹底的に効率と納期を重視する。工事をやる以上は、それが第一なのもわかる。建設スケジュールに遅れが出れば、施主やクライアントに多大な迷惑をかけるし、コスト超過も痛い。特に大手企業となれば、工期管理は厳しく求められる。契約違反ともなれば、膨大な違約金が発生することだってある。だから、三好さんが厳しく言うのも理屈としては正しい。ただ、俺が気になるのは、彼が現場で働く人への配慮を二の次にしている節があることだ。例えば、今日みたいに猛暑が厳しい日は、作業員に少し長めの休憩を与えたり、水分補給を促したりといった配慮が必要になる。だけど、三好さんは、それだと工期に響くという考えに、どうしても偏ってしまう。でも、三好さん、作業員に無理をさせて事故が起きたら元も子もありませんよ。今回は安全面の見直しを優先して正解だったと思います。それに、この先は少し段取りを組み直して遅れを取り戻すプランを考えています。今日の段階で新しい工程表を作成しました。そう言って、俺はプリントアウトした工程表を見せる。そこには少しタイトではあるが、納期に間に合わせるための変更プランがまとめてある。お前は毎度そんな調子だな。結局また現場の声に流されて遅れるんじゃないのか？現場の声は命に直結する声です。これは大事なことだと思うんです。納期は会社にとって重要ですが、だからといって安全をおろそかにはできません。三好さんは鼻で笑うようにして、俺が差し出した工程表に目を落とす。すると、あからさまに眉間にシワを寄せ、プリントを机に叩きつけた。こういう時は、ただ安全ばかりを優先するんじゃなくて、どう最短で仕事を進められるかを常に考えるべきだ。例えば、この補強の作業なんか夜間にやれたはずだぞ。おかげで日中の足場組みが遅れたんだよ。お前はその辺の采配をもっと厳しくするべきじゃないのか？夜間作業の提案もありましたが、夜間だと人員不足や騒音の問題が出ますし、周辺住民への配慮も必要になります。桜総合建設は地域と調和しながら工事を進める方針だと聞いています。無理に夜間をやることでクレームが出るのも避けたいんです。安全や人を重視する俺と納期、コストを最優先する三好さんは、こうして時々対立を起こすことがあった。俺と三好さんの言い合いは平行線をたどるばかりだった。結局、これ以上の予定変更はしないという約束を交わして、俺が新しく作った工程表通りに作業することに決まった。三好さんとの言い合いが終わった後、俺は小さくため息をついた。正直かなりしんどい。三好さんとここまで意見がぶつかり合うことはそう多くなかったが、工期が厳しい現場では彼の管理至上主義が色濃く出てくる傾向がある。風間さん、大丈夫ですか？作業員の一人が心配そうに声をかけてくれた。ああ、大丈夫。気にしないで。俺は俺できっちり段取り考えるから、みんなは安全第一で作業して。俺はそう言って笑ってみせるしかなかった。その日は雲一つない快晴だった。夏の終わりにしては珍しく、朝から日差しが強くて、まるで真夏日みたいな暑さだ。そんな中、俺たちの現場に、桜総合建設の社長令嬢がやってくるっていう話を聞いたとき、正直、なんでまたと思った。社長令嬢の名前は、谷川久美さんというらしい。知ってるか？久美さんって相当綺麗らしいぞ。朝礼前、作業員たちがひそひそ声で話していた。噂によれば、久美さんはまだ20代半ばと若いが、本社の企画部署に入り、現場管理の仕事にも積極的に関わろうとしているらしい。若くして将来の社長候補だとか、そういう話も耳にする。俺としては、お偉いさんが現場に来るのは気が張るが、実際どういう人物なのか少し興味があった。もともと、桜総合建設には女性の現場監督やエンジニアも少ないから、
どんな視点を持っているのか聞いてみたいとも思った。昼前、視察に現れた彼女を見て思わず目を見張る。久美さんは黒髪を肩のあたりで束ね、上品だけど動きやすそうなパンツスタイルに身を包んでいた。はっきりした顔立ちで、すらりとした細身の体型。まるでモデルみたいな美人だった。だが、その見た目に反して、暑い現場にも全く臆せず足を踏み入れ、足場の状況やクレーンの動きなどを鋭い目で追っている。はじめまして、桜総合建設、本社企画部の谷川です。今日はいろいろと現場を見学させてもらえたらと思っています。どうぞよろしくお願いします。丁寧でいてハキハキした口調。まるで華やかなオーラをまとっているようで、言葉を交わした作業員たちも少し浮き足立っているように見える。そんな彼女に俺も興味を抑えきれず挨拶を交わした。風間翔介と言います。現場で監督補佐をしています。こちらこそよろしくお願いします。あなたが風間さんですか。お話は聞いています。安全管理に力を入れていて、作業員の方々とのコミュニケーションを大切にしているとか、現場の評判がとてもいいそうですね。彼女はまっすぐ俺を見てニコッと笑った。その笑顔には不思議な説得力がある。俺はドギマギしつつも、ありがとうございます。としか返せなかった。久美さんは三好さんに案内されながら建設中のビルの外装を視察していた。俺は他の作業員と共に隣接するエリアの資材置き場で次の工程に使う木材をチェックしているところだった。風間さん、あれ、上から木材が。急に頭上を見上げて声を上げる作業員がいた。視線の先を追うと、足場の上に積まれていたはずの大きな木材が一部崩れ落ちかけているのが見えた。すぐに止めろ！上のチームは何やって。俺の叫びも虚しく、ぐらりと揺れた木材が一気に落下を始めた。しかも、ちょうど視察に回っていた久美さんたちに向かって、まずい！落ちてくる木材は太くて長い。もし直撃すればひとたまりもない。久美さんと三好さんもそれに気づいたようだが、とっさのことで逃げ遅れている。体が自然に動いていた。俺は走りながら危ないと大声で叫ぶ。久美さんがこちらを振り向く。その目に驚愕の色が浮かんだ。こっちへ！とっさに俺は久美さんの腕を掴んで横へ飛びのくように引っ張った。重い木材がすぐ近くまで迫る。間に合うかどうかわからなかった。かろうじて久美さんの体を押しのけるようにして自分が盾になる形で覆いかぶさる。瞬間、体に激しい衝撃が走り、頭が真っ白になった。鉄骨かコンクリでもぶつかったような痛みだ。気がついたとき、俺は地面に仰向けになっていた。耳鳴りがして視界がぼんやりしている。数人の作業員たちが駆け寄ってきていた。大丈夫か風間、しっかりしろ。救急車呼べ早く。周りが大混乱に陥っているのをどこか人事のように聞いていた。腕が痺れて動かない。腰や足に痛みが走る。額に汗が滲んで全身が暑いのか寒いのかさえよくわからなかった。久美さんは大丈夫？かすれ声でそう問うと、誰かが無傷だ、風間がかばってくれたからと答えてくれた。それを聞いて俺はほっと胸をなで下ろした。救急車のサイレンが鳴り響く音が近づいてきた。担架に乗せられ、救急隊員の指示で点滴や応急処置が施される。真夏の太陽の下、うつろな意識のまま俺は救急車に乗せられ病院へ運ばれていった。病院に着くと検査のためにレントゲンや CT などをひっきりなしに取られた。医師の説明によると、腰椎や足に深刻なダメージがあり、骨折はもちろん神経にも影響が出る可能性があるらしい。手術が必要だがリハビリにも相当時間がかかると告げられた。自分がそんなに重症だなんてまだ実感が湧かなかった。けれど医者が真剣な表情で語る言葉が現実であることをいやおうなく理解させる。すぐに入院しろとのことで、俺はそのまま病室に運ばれ、ベッドの上で途方に暮れることになった。何がどうなってしまうんだ。俺はこれから仕事を続けられるのか。不安と痛みが同時に押し寄せて、俺はベッドに横になったまま天井を見つめながら唇を噛むしかなかった。翌日、病室にやってきたのは三好さんと久美さんだった。三好さんはいつもの作業服姿のまま、
久美さんはオフィスカジュアルな服装だ。控えめなメイクながら、その顔立ちの美しさが映える。俺は思わず起き上がろうとしたが、腰や足が痛み、うまく動けない。風間、どうだ？医者はなんて言ってる？三好さんが心配そうに顔を覗き込む。その顔にはいつもの威圧的な雰囲気はなかった。しばらく入院だそうです。場合によっては手術しても元通り動けるかどうか、自分で言いながら唇が震えてしまいそうだった。そうか。三好さんは言葉を詰まらせている。彼なりに俺を心配してくれているようだ。一方の久美さんは申し訳なさそうな表情でベッドの脇に立ち、深々と頭を下げた。風間さん、本当にごめんなさい。私が不注意だったせいであなたをこんな目に遭わせてしまって。いえ、久美さんが無事ならそれでいいんです。強がりじゃなく本心だった。ただ痛みがあるせいか、声が少し弱々しくなってしまう。久美さんはそんな俺を悔しそうな、申し訳なさそうな、言葉にできない複雑な表情で見つめていた。ところが、次の瞬間久美さんの口から出てきた言葉に、俺は自分の耳を疑った。風間さん、しばらく動けないとなれば、あなたにはやめてもらうしかありません。彼女はきっぱりと言い切った。え？俺は唖然として声を失った。確かに、その通りではある。現場で立ち回れない人間がサブリーダーなんて務まらない。でも、まさかそんなあっさりと。久美さんはさらに続ける。会社としても、足腰を怪我している人に現場を任せるわけにはいかないの。時間がかかるし、もし完治しなければ、これから先はもう現場を回れないじゃない？瞬間、頭が真っ白になり、胸の奥がズキンと痛んだ。これってつまり解雇なのか？俺の居場所はもうここにはないのか？俺は頭の中が混乱して言葉が出てこない。あまりの絶望感に胃のあたりが重くなる。三好さんが口を挟む。まあそういうことだ。風間にはすまんが、動けないんじゃ現場ではどうしようもない。これは会社の方針だ。その言葉を聞いて、俺は奈落の底に落ちていくような気がした。こんなにあっけなく自分の居場所を奪われてしまうなんて、体の痛みよりもその事実に胸が締め付けられる思いだった。しかし次の瞬間、久美さんの口調が少し和らいだ気がした。だから、あなたには現場を離れてもらう。けどもちろん、あなたをただ切り捨てるつもりなんてない。むしろ逆よ。私としては、あなたに本社で働いてもらいたいと考えているの。え？思わず聞き返す。解雇ではない。どういう意味だ？現場監督補佐としてのあなたの実績は、もちろん知ってるわ。作業員とのコミュニケーションを重視する姿勢。現場をよく見る目。問題が起きた時の柔軟な対応。そういう能力は会社としても大きな武器になると思うの。あなたは怪我をして動きづらくなるかもしれない。でも、本社のオフィスでプロジェクトを管理して現場をサポートする立場なら、その強みを十分に発揮できるはず。突然の展開に、俺は何が何だかわからなかった。解雇の2文字が頭を駆け巡っていたところに、まるで救いの手を差し伸べられたような気分だ。呆然とする俺に、久美さんは微笑んでみせた。具体的には、プロジェクト管理のマネージャーとして、複数の現場を一括して把握する役割をお願いするわ。施工工程の管理や安全対策のチェック、それにトラブルが起きた時の調整など、総合的な仕事をしてほしいの。私自身、本社の企画部で新しいプロジェクトを進めていて、現場のリアルな声がどうしても必要だと感じてる。だから、誰よりも現場を知っているあなたに協力してもらいたいの。あまりに急な話で思考が追いつかない。だが、久美さんの言葉は真剣だったし、その目は俺の進化を信じているようだった。解雇だと思ったのは俺の早とちりだったようだ。しかし、話し方が紛らわしすぎると思う。現場を離れるのは辛いが、少なくとも会社に残れる道はあると思うと、嬉しさがこみ上げてきた。思わず口元が緩んでしまう。しかし、俺のそんな反応を見てか、三好さんが思わずと言った風に口を挟んできた。久美さん、なんで風間にそんな好待遇を？そりゃ確かに彼はあなたの命を救いましたが、他にも経験豊富な人材はいるんじゃありませんか？
久美さんは三好さんの疑問に対してはっきりと言い返した。私は彼の人間性や能力を買っているの。確かに。私を助けてくれた恩もあるわ。でもだからって、情実採用なんて考えていない。あくまで合理的な判断として、風間さんを本社に迎えたいのよ。三好さんはうなるように言葉を飲み込む。俺はあまりに急な話に、ただ混乱するばかりだが、久美さんは終始落ち着いていて、まるで台本があるかのように、理路整然と話を進めていく。もちろん、もしあなたが断るならば、私はそれを尊重するわ。けれど、今の状態で現場は難しいでしょ。それを聞いて、俺の胸はじんと熱くなった。先ほどは冷酷な宣告に聞こえたのに、今は彼女が本当に俺のことを気遣っているのが伝わってくる。数秒の沈黙の後、俺は一つ大きな深呼吸をした。答えは自然と口をついて出た。わかりました。俺でよければ、ぜひその仕事をやらせてください。久美さんの表情がパッと明るくなる。ありがとう。私もこれで安心したわ。現場に行けなくても、あなたの経験は必ず生きるから。一方の三好さんは微妙な顔をしていた。風間が本社勤務ね。明らかに納得がいっていないようだ。それでも、今はこの場で反論する理由が見つからないのか、諦めたようにため息をついた。俺はベッドの上で複雑な気分だった。あの激痛を伴う事故からまだ1日しか経っていないのに、俺の人生は一気に大きく変わろうとしている。現場を離れるという事実にはどうしようもなく寂しさがこみ上げる。だけど、会社に残る道を示してくれた久美さんには感謝しかない。彼女はどうやら俺を高く評価してくれているらしい。それに応えるためにも、俺は腐ってる場合じゃないのだ。何より、俺はまだ生きている。怪我こそしたが、この命は繋がった。ひとまず今は治療に専念して、少しでも回復を目指すしかない。まずは治療に専念して、リハビリを頑張ります。少しでも早く力になれるように。そう言うと、久美さんは柔らかく微笑み、三好さんはしぶしぶながらもうなずいた。退院するまでには、思った以上に時間がかかった。リハビリも簡単じゃなかったし、足の麻痺と痛みで動ける範囲は限られていた。医者からは焦らずに少しずつ慣れていきましょうと言われたが、それでも俺は一日でも早く仕事を再開したかった。幸い、会社が用意してくれた車椅子である程度は自力で移動できる。現場監督補佐としてあれほど走り回っていた頃とは比べようもないが、動くことができるだけでありがたいと思った。そして退院後、俺は本社の企画部門に所属することになった。正式には、プロジェクト管理部、マネージャー補佐という肩書きだ。本社のオフィスビルに出勤し、スーツ姿で執務室に顔を出す毎日は、正直まだ違和感がある。だが、この新しいポジションの仕事は、俺が思っていた以上にやりがいがあった。最初に任されたのは、全国の施工現場から上がってくる工程表や安全管理レポートをチェックし、問題があれば改善策を示して支援するという業務だ。俺はまず、そのデータを丹念に読み解き、工期や安全面でのリスクを検証し、必要に応じて現場にヒアリングをすることにした。こんにちは、風間です。お疲れ様です。今週の工程表を見たら、配管工事が少し遅れ気味のようですね。何か理由はありますか？いやー、実は図面の変更が入ったんで、もう少し追加確認が必要になっていて。なるほど。じゃあ、工期を確保するには、その確認プロセスをできるだけ早く終わらせる必要がありますね。社内の設計担当に優先的に動いてもらえるように、こちらで掛け合ってみます。こうした会話の積み重ねが地味ながら大事だ。俺はもともと現場サイドにいた人間だから、数字には出にくいリアルな課題をすくい上げることができる。しかも、社内の部署が違うメンバーとの調整も、俺が率先して直接対話をやることで、スピード感がかなり違ってくる。本社で働き始めて数週間、俺は少しずつ自分のペースをつかみ、周囲からも信頼してもらえるようになり始めていた。そして何より助けになっているのは、久美さんの存在だ。彼女は俺が入院した時からずっと、私が責任を持って面倒を見る、と宣言していて、今もその言葉通りに俺をサポートしてくれている。
風間くん、今日は打ち合わせが2件あるわ。会議室への移動は大丈夫？段差があるから私が押していくわ。助かります。すみません。いつも頼ってばかりで。いいのよ。恩返しのつもりだから。風間さんに守ってもらった命だし、今度は私があなたの足になる番よ。そんな風に微笑む彼女に、俺は素直に感謝しかなかった。結果として、社内の他部署からも、彼結構できるな、と評判が広がり始めた。もともと、本社の総合職スタッフは、現場経験がない人も多く、建設現場のリアルについては、数字や報告書から判断するしかなかった。けれど、俺が具体的な事例や、作業員の気持ちを踏まえてアドバイスすると、なるほど、現場じゃそうなんだ、と目を丸くされることもしばしば。すごいよな、風間さん。足が不自由なのに、全体の工事計画を立案しちゃうなんて。うん、しかも作業員に直接連絡を取って、問題を確認してるみたいだよ。さすが久美さんが見込んだだけある。そんな噂話が聞こえてくると、正直照れくさい。だが、俺は自分のためだけじゃなく、現場のためにも頑張りたいと思う。久美さんが背中を押してくれる限り、俺はもっとこの会社に貢献できるはずだ。そう意気込んで、デスクの上で資料を整理していたある日の夕方。オフィス全体が夕焼けに包まれ、周りのスタッフもちらほら帰り支度を始めている。そんな時、斜め向かいの席に座る久美さんが資料を見つめたままじっと動かないのに気づいた。いつもなら、次の会議資料は？とか、この企画をどう思う？とか、積極的に声をかけてくれるはずなのに、今日は随分静かだ。そっと視線を向けると、彼女はまるで魂が抜けたように上の空。久美さん、どうかしました？さっきから全然ページもめくってないみたいですけど、その一言で彼女はハッとして顔を上げる。いつも凛としている美貌にかすかな戸惑いが浮かんだ。ごめんなさい。ちょっと考え事をしていて。うまく言葉をつなげない様子。珍しいなと思いながら、俺は車椅子を少し押して彼女の近くへ行く。机の上には社内報告書や企画資料が散らばっているが、どれも手がつけられていないようだ。大丈夫ですか？何か困ってるなら言ってくださいよ。仕事の話をしても上の空みたいでしたし。何かあったんですか？すると、彼女は小さくかぶりを振った後、ためらいがちに口を開いた。実は、あの事故のことをずっと引きずってしまっていて、それに、あなたがこんな形で本社に来ることになったことも、すごく気にしてるんです。そう言いながら、彼女は少し悲しげに瞳を伏せる。視察に行ったのは、もちろん現場を見たかったから、でも一番の目的は、あなたの仕事ぶりを直に見ておきたかったんです。父から、風間という若手が現場の仲間に慕われながら安全や人を大事にしてるってよく聞かされていて、ずっと気になってた。だから、あの事故がなくても、いつかはあなたを本社に呼びたいって思ってたんですよ。彼女の言葉に、俺は思わず息を飲んだ。確かに、視察の日も現場の状況を知りたいとは言っていたけれど、それ以上の関心があったとは知らなかった。でも結局、あんな事故に巻き込んでしまって、あなたに怪我をさせて、私のせいでごめんなさい。もし私がもう少し安全対策や作業の段取りを把握していたら、あなたが痛い思いをせずに済んだんじゃないかって、どうしても考えてしまうんです。言いながら、彼女は書類を握る指先をぎゅっとこわばらせている。久美さん、確かにあれはショックな事故でした。けど、誰か一人の責任ってわけじゃありませんよ。俺は自分で動いて、自分の判断で怪我をしたまでです。それに、こうして本社で働くことになったのは、結果として俺にとってプラスでもあるんです。プラスですか？彼女はかすかに首をかしげる。はい。本社は現場と違って足を運ぶ機会が少ない人もいますから、俺の経験が少しでも役に立つならいいと思ってます。それに、本音を言えば、数字だけじゃ見えない課題を、あなたと一緒に解決していけるのはやりがいがある。だから、久美さんはそんなに自分を責めなくて大丈夫ですよ。そう伝えると、
彼女はかすかに笑みを浮かべる。でも、その表情にはやはり申し訳なさが残っているようだ。ありがとうございます。でも、やっぱり、ずっとどこかで引っかかっているんです。もし私がもう少し現場の状況を把握していたら、あんな事故は防げたんじゃないかって。事故を二度と起こさないように、今度は二人で対策していけばいいんです。ここから先が大事ですよ。俺がそう言うと、彼女は少し安心したように軽く息をついた。そうですね。父から継いだ社長候補という立場だからこそ、しっかりしなくちゃいけないのに、私、数字や企画は得意でも、現場の生の声をきちんとすくい上げるのは苦手で、それで実はずっと変なプレッシャーを感じてたんです。父の目もあるし、周りの期待も大きいし。彼女の瞳に一瞬、不安の色がよぎる。俺は車椅子の位置を少しずらし、テーブル越しに視線を合わせた。もちろん、俺も全力でサポートします。その代わり、久美さんも無理はしないでくださいね。社長候補として抱えるものは多いでしょうから。俺がそう言うと、久美さんは少しだけ眉を潜めて、そんな大したものじゃないですよ。と遠慮がちに笑った。だが、俺はあえて軽い調子で続ける。いやいや、社長候補が倒れたら大問題ですよ。誰があんなに働かせたんだって、疑惑の目が俺に向いたらたまったもんじゃありませんから。せっかくカッコつけて全力サポートしますとか言ったのに、風間のせいでうちの次期社長がダウンしたなんて笑えないオチはいらないですからね。わざと大げさな口調で肩をすくめてみせると、彼女は一瞬キョトンとした後、と吹き出した。さっきまで張り詰めていた空気が一気に和らいでいくのがわかる。なるほど。そういう意味での無理はしないでなんですね。私もそこまでオーバーワークする気はないですよ。安心して働かせてください、風間さん。久美さんが楽しそうに言い返すので、俺もつい笑ってしまう。わずかだけど、二人の間の距離が近づいたような気がした。じゃあお互い、過労で倒れる前に助け合いましょう。俺は体が動きにくくても、口や頭はまだまだフル稼働できますからね。いいですね。体力の限界が来る前に、ちゃんと休憩のサインを出しますから、見逃さないでくださいよ。了解。社長候補様のダウンは何よりも避けたいんで、目を皿のようにして監視しておきます。そんな軽口の応酬に、二人して声を合わせて笑った。その明るい笑い声に包まれると、さっきまで彼女が抱えていた重責も、少しだけ軽くなったように感じられた。オレンジ色の夕日が差し込むオフィスで、俺たちはほんの少し気持ちを解きほぐしながら、次の仕事に向けて前向きな気持ちを共有できたのだった。そんな矢先、本社に急報が入った。大規模な再開発プロジェクトの一つ、駅前の複合商業ビルの建設工事で、作業員からの苦情が相次いでいるというのだ。工程表の上では順調に進んでいるものの、休憩時間を削って作業を急がせたり、安全確認を簡略化したりと、効率を優先する進め方に、ベテランの作業員たちから不満の声が上がっているという。これは一度、現場に直接行って作業員の声を聞くしかないな。そう思った俺は、会議の場で現場視察の必要性を提案した。しかし、会議室で、今回のプロジェクトの現場監督を務めている三好さんが、口を挟んできた。風間、現場に行くと言っても、お前は車椅子だろ。それに工程は予定通り進んでいるんだ。余計な波風は立てないでくれよ。工程が守られているのはわかります。でも、その進め方に問題があるんじゃないですか？現場の声を直接聞かせてください。俺はそう熱っぽく主張する。するとそこに、若手のエリート社員である山崎が、冷静な表情でモニターを示しながら、話に加わった。工程は完璧に順調です。安全管理の書類もすべて揃っていますし、数字上は何の問題もありません。むしろ、三好さんのおっしゃる通り、現場に無用な混乱を持ち込む方が危険なのではないでしょうか。山崎は、東大卒の超優等生という触れ込みで、本社に入った新人総合職で、数字分析に長けている。プロジェクトの予算や工期について、エクセルや統計ツールを駆使して、華麗にまとめ上げるのが得意だと評判だ。けれど、現場の実情への理解は正直まだ浅い。数字に現れない部分にこそ、
重大な問題が潜んでいることがあるんだ。今の進め方を続ければ、必ず事故につながるかもしれない。風間さん、確かに安全は大切ですが、予定通り進んでいる現場に余計な心配を持ち込む必要はないと思います。データが示す通り、すべて正常です。山崎はそう言って、そっけなくパソコンの画面を閉じた。俺は唇を噛む。おお、さすが本社生粋のエリートは違うな。話が早くて助かるわ。三好さんはにやりと笑いながら、山崎の肩を軽く叩いた。会議室の空気がピリッと張り詰める。しかし、そんな時、久美さんが手を挙げた。私は、風間さんの意見に賛成。彼が自ら見に行きたいと言うなら、その方が確実だと思うわ。現場を混乱させないように、スケジュールを調整すればいい。山崎くんどう？久美さんの強い言葉に、山崎は一瞬言葉を失ったようだった。結局、社長令嬢の鶴の一声には逆らいにくいのか、しぶしぶながらうなずいた。翌週、俺は久美さんや数名のサポートスタッフと共に、問題の駅前再開発現場へ足を運んだ。現場に着くや否や、ピリピリした空気が肌に伝わってくる。重機の動作は止まり、作業員たちが集まって、険しい面持ちをしているのが遠目にわかる。事務所の扉が少し開け放たれ、内側からは何やら不穏な声が聞こえてきた。おい、これどうなってるんだよ。図面にない追加工事がいきなり降ってきたって？しかも休憩は削るな。でも工程は遅れさせるなって、そんな無茶な。断片的に飛び交う声からも、作業員たちがいかに追い詰められているかが伝わってくる。久美さんは、これは想像以上に荒れてるわね。と小声でつぶやき、俺は、少し様子を確認しましょう。と彼女に目配せをした。事務所に入ると、中には現場のリーダー格であるベテラン作業員たちが、口々に不満を漏らしていた。俺たちに気づくと、彼らは一瞬、困惑混じりの視線を向ける。お疲れ様です、風間さん。それに久美さんたちも。いや、正直言うと、今大変なんですよ。休憩時間の確保は言われた通り進めてるんですが、設計変更が連発で。リーダーの一人がそう言った瞬間、どこからか別の声が上がる。本当にこのスケジュールで終わるんでしょうか？人員の追加は来てないし、変更箇所が増えたら安全確認だって増やさなきゃならない。そりゃ不安にもなるってもんですよ。周囲の作業員もそうだよなと一斉にうなずく。重苦しい空気が広がる中、俺は深呼吸して話を聞こうとした。その時だ。でもデータ上は問題ありませんよね。控えめなノックの音とともに、後ろからひょいと姿を現したのは山崎だった。タブレットを手に淡々と話し始める。皆さんの作業時間を平均化して、設計変更箇所の処理時間も検証しましたが、トータルで見れば確実に工程内に収まります。むしろ、ここで下手に騒ぐ方が無駄な時間を生むのでは？作業員たちは思わず、はぁといった顔で山崎を振り返る。その目には戸惑いと苛立ちが浮かんでいた。リーダー格の男が少し青筋を立てながら山崎を睨みつける。騒ぐとかそんな軽い話じゃない。現場に来ればわかりますよ。図面にない補強工事が増えれば、安全チェックも増やさなきゃいけない。人数が足りてないから、その分どこで手を抜けって言うんです。ピリッと張り詰めた空気が事務所の中を覆う。山崎は一瞬言葉に詰まりかけるが、すぐに、いえ、数字を見れば大丈夫なはずで、と答えようとする。しかし、これ以上のやりとりは、感情的な衝突を招きかねない。そこで俺は、車椅子を少し前に押し出して、二人の間に入るようにして口を開いた。山崎くんありがとう。君の分析はすごく助かるよ。確かに、書類上ではギリギリ可能かもしれない。でも、たとえ工程に収まったとしても、作業員が不安なまま仕事をしていたら、どうなると思う？俺がそう言うと、山崎はタブレットを見つめたまま言いよどむ。その間に、俺は穏やかな口調で続けた。現場のみんなは、数字に現れにくい小さな修正や、思わぬ手戻りが積み重なることで、結果的に安全面がおろそかになるんじゃないかと恐れているんだ。だから、まずは具体的な補強工事の量や、必要な安全確認のステップを一つずつ整理して、ここにいる全員が納得できるようにしないとね。俺はリーダーをはじめ、周囲の作業員の顔をぐるりと見回す。皆、険しい表情の中にも、聞いてくれるなら話そうという意志が伺えた。
そこで再度、山崎を振り向く。山崎くん、数字はあくまで情報の一部。今は現場の声を聞いて、それを数字に反映させる段階じゃないかな。そうすれば、本当に大丈夫な工程表を一緒に作れると思うけど、どう？静かな問いかけに、山崎はしばらく、タブレットと作業員たちの表情を見比べていたが、やがて観念したように息をつく。わかりました。では、補強工事の具体的な内容を教えてください。実際に何箇所あって、どれくらい人手が必要なのか。数字にできそうなところは拾い上げてみます。その言葉に、リーダー格の男が少し微笑みを浮かべる。ああ、そりゃ助かる。人員の再配置も相談しなきゃならんし、補強や安全対策の優先順位も考えたいところだ。ほどなくして、事務所には図面や資料を広げる作業員たちの動きが戻り始める。先ほどまでの険悪な雰囲気は消え失せ、みんながこの局面をどう乗り切るかを前向きに考えるムードになった。そんな様子を見守りながら、俺は久美さんと目を合わせる。彼女も安堵の表情でうなずき返した。現場の安全面もクリアし、作業員からの苦情もなくなって、工程も順調に進んでいたある日のことだった。いつものように視察に出向いた俺は、すぐにただならぬ空気を感じ取った。クレーンや重機は停止したまま、作業員たちが現場の隅に集まって、険しい表情をしている。事務所にはピリピリした緊張感が漂い、誰もが口を重くしていた。どうしたんだ？何かあったのか？風間さん大変なんです。基礎の補強材がまるで強度を満たしていない可能性が高いって。どうやら質の悪い資材が大量に混じってるみたいで、もうすでに一部は施工に使っちゃってるんですよ。その言葉に周りの作業員たちも一様に視線を伏せ、唇を噛み締めていた。クレーンや重機が止まっているのは、この問題で工事が進められなくなったからに違いない。俺は嫌な予感に胸を締め付けられつつ、近くのスタッフに問いかける。どうしてそんな資材が流れてきたんだ？納入チェックはどうなってた？スタッフはうなだれるように首を振る。それが、検査は取ったという報告を受けてたんですけど、どうも書類が怪しくて、資材メーカーの名前も聞いたことがないところで、まともに施工実績があるかどうかも不明なんです。周囲の作業員の顔には、不安や苛立ちが色濃く刻まれている。こんな状況、どう考えてもおかしい。安価で質の悪い資材なんて、大手の建設プロジェクトでは普通ありえない。下手をすると、基礎全体をやり直さなくちゃならない危険性がある。俺は思わず唇を噛んだ。これは、どう考えても妙だ。誰がこんな発注を？その瞬間、みんなの視線が自然と、現場監督である三好さんへと集中した。彼は明らかに落ち着きを失っていて、額には汗が滲んでいる。三好さん、あなたまさか。三好さんは苦い顔でうつむき、声を震わせる。俺は本社の指示に従っただけだよ。その言葉に、周りの作業員たちが一斉にざわつく。本社の指示？誰がどんな形で？こんな業者に一括で大量発注だなんて、おかしいと思わなかったんです。おかしいも何も、本社がコスト削減しろってうるさく言ってるから仕方ないだろうが、俺だけのせいにされちゃ困る。あいつらが安く仕入れろ、工期は守れって言うんだから、俺はただ従ったまでだ。声を荒げる彼に、作業員たちがますます不安げに視線を交わす。でもだからって、安全面のことは考えなかったんですか？考えたさ。だけどどうしろってんだよ。本社の連中がしつこいくらい、もっとコスト下げろ、もっと効率上げろってガミガミ言うんだよ。だから俺は。息を荒げる彼を見て、周りのスタッフがますます険しい表情を浮かべる。しかし、三好さんは止まらない。声を上ずらせ、カッと目を見開いたまま、まくし立てる。そうだ、思い出したぜ。あの時、具体的にどこまで削れますかって聞いてきた総合職がいた。俺ははっきり覚えてる。お前だよ、山崎。一瞬、空気が凍りつく。三好さんが突然、山崎の名前を出したからだ。事務所の奥で書類を確認していた山崎は、突然の指名に目を見開き、慌てて振り向く。何を言ってるんですか？僕がコスト削減を提案したのは事実ですけど、具体的に業者まで指定した覚えはありませんよ。第一、発注決済はあなたの権限でしょ？山崎の言葉に、三好さんはなおも悪あがきを続ける。それでも、
お前が安くしろ安くしろってしつこく言うから、俺は仕方なく。俺は悪くない。俺は山崎に言われたから仕方なく。山崎はその空気を感じ取り、急に強い視線で三好を睨んだ。これがあなたの正義ですか？現場を守るはずの監督が、どうして自分の利益や保身のためにこんな危険を押し付けるんです？その声には冷静さを保とうとする一生懸命な思いが滲んでいた。三好さんは口を開きかけるも、言い返す言葉が見つからないのか、荒い息を吐くだけだ。しばしの沈黙の後、山崎はポケットからタブレットを取り出し、画面を操作し始める。青白い光が彼の苦悶の表情を照らした。わかりました。だったら僕の正義を貫きます。近いうちに久美さんや風間さんに相談しようと思っていました。あまりにも単価の動きが不自然だったので、その言葉に作業員たちがと目を見張る。山崎がタブレットをみんなの前に掲げると、そこには大量の発注履歴や請求書のデジタル記録が並んでいた。見てください。ここ、三好さんが決済した案件です。発注先が、通常ならありえないほど単価が安い割に、請求書の内訳が妙に細かい。そしてこの行、B 社という会社に不自然に大量発注されている。しかも、この金額設定は明らかに相場を外れているんです。画面を覗き込んだ作業員の一人が思わず声を上げた。こんなに安いって原価割れじゃねえか。普通なら採算合わないどころか、どんな品質で納品されるかわからないだろ。さらに、山崎が画面をスライドさせると、新たな資料が現れる。ここを見てください。発注が増えるたびに、なぜか特定の口座に報酬が振り込まれている形跡があって、キックバック、もしくはリベートの疑いがあります。もちろん断定はできませんが、数字を見る限りかなり黒に近い。その瞬間、事務所内がざわついた。三好さんに向けられる視線は一層厳しくなり、誰もがまさかと口元をこわばらせる。三好さんは顔面蒼白になり、口をパクパクと動かすものの、もはや雄弁だった先ほどの勢いはない。嘘だ。そんなわけが、俺は、本社がやれと言っただけで、俺は。しかし、その言い訳に耳を貸す者はいない。山崎はタブレットを閉じると、悲しげな眼差しで三好を見つめた。これが真実です。あくまで僕の分析ですから、最終的な判断は会社や法的機関が下すでしょう。でも、現場が危険にさらされるきっかけを作ったのが、あなたの不正な発注だった可能性が高い以上、言い逃れはできないと思いますよ。三好さんはガクッと肩を落とし、完全に意気消沈した様子だ。すると、奥で様子を見ていた久美さんが静かに前に進む。社長令嬢としての威厳を称えながら、冷ややかな表情で三好さんに言い放った。あなたが何を言おうと、証拠はここにあります。こんな行為が会社にどれほどの損失と現場の危険をもたらすのか分かっているんですか？これ以上は会社としても黙って見過ごすわけにはいきません。俺も車椅子で進み出ると、三好さんを正面から見据えた。作業員たちを巻き込み、コストを下げて自分だけ利益を得ようとするなんて許すわけにはいきません。工事をストップしてでも、まずは使用された資材をすべて洗い出す。それが最優先です。そう宣言すると、作業員たちもそれぞれ役割を確認し合い、作業を始める。もはや三好さんは一人取り残されたかのようにうずくまり、言葉にならないうめき声を漏らすだけだ。山崎は再度タブレットを抱きしめるように持ち、視線を落とす。まさかここまでひどいことになってるとは。僕ももっと早く気づいていれば。風間さん、すみません。俺はそっと首を振り、気にするな。君がこのデータを出してくれたから、不正が表に出せたんだ。何より、これから取り返すしかない。と励ます。山崎は少し目を潤ませながら、決意を固めたようにうなずいた。その後、社内監査や役員会、さらには法律の専門家も交えた調査が行われると、決定的な証拠が続々と出てきた。B 社と三好さんが個人的につながっていたメールの記録、資材の単価を人為的に上乗せしたり、下げたりを繰り返した痕跡、そして三好さん名義の不自然な入金履歴、キックバックの存在を裏付ける痕跡が明るみに出たのだ。三好さんは正式に社内処分を受けることになった。懲戒解雇も検討されたが、
最終的に自主退職の形を取ることで決着した。会社は直ちに B 社との取引を停止し、使用された不良資材の総点検と交換工事に着手することになった。幸いにも建物の崩落や重大事故には至っておらず、早期発見できたことで最悪の事態は避けられた。とはいえ、施工済みの箇所をすべてやり直す必要があり、工期の遅れと追加費用は避けられない。会社は法的な責任追及も含め、この問題の収束に向けて動き出した。夕方の事務所。俺はデスクに積まれた書類の山を眺めながら、少しだけため息をついていた。と、そこに山崎がやってきた。風間さん、今日の進捗です。外装パネルの取り付けも、問題のあったエリアは予定通り終わりました。総合的にはまだ遅れてはいますが、なんとか追いつけそうです。山崎はノートパソコンを小脇に抱えながら近づいてきた。そうか、よくやってくれた。数字を見ながら現場をサポートできるのは山崎の強みだ。ほんと助かってるよ。俺が率直に感想を伝えると、山崎は照れくさそうに頭をかく。最初は正直、数字さえ合っていれば大丈夫だと思っていました。けど、今回のことを経験して痛感しました。数字に現れないことがたくさんあるんですね。そうだな。もちろん数字も大切だけど、それだけじゃ目に見えない不安や矛盾を見逃しかねない。だから俺たちは現場の声を合わせて判断しなきゃいけないんだ。はい。今回、風間さんのやり方をずっと見ていて、すごく納得しました。これからは僕も数字だけじゃなく、人の声や作業のリアルを大事にしていきます。風間さんのように。彼はそう言って真剣な眼差しを向けてくる。かつての彼なら非効率だと一蹴していただろう。その変化を感じられたとき、俺はどうしようもなく嬉しくなった。それから1週間後、三好さんの最後の出勤日を迎えた。俺は彼の元を訪れた。どうしても確認しておきたいことがあったのだ。三好さんは机の上に段ボール箱を置き、そこに私物を詰めている最中だった。かつての威勢の良さは影を潜め、肩を落として、ただ黙々と片付けを続けている。三好さん。俺が声をかけると、三好さんはこちらを振り向いた。窓から差し込む午後の日差しに、彼の白髪が目立って見えた。ベテランの現場監督の姿がこんなに小さく見えるものなのかと、胸が締め付けられる。ああ、風間か。三好さん、どうしてこんなことをしたんですか？俺が問いかけると、三好さんはうつむいたまま、絞り出すような声で答えた。最初は、ほんの出来心だった。コストを抑えれば、上からの評価も上がる。そう思って安い業者を探していたら、B 社が近づいてきたんだ。うちならもっと安くできますよって、耳障りのいい言葉を並べてきて。で、実際使ってみたら質が悪かった。そのことを追求したら B 社が、これ以上騒ぎ立てないでくれたらと、金を俺に握らせてきて。三好さんは、情けなさそうに首を振る。もう引き返せなかった。せめて納期を守れれば、なんとかなると思い込んでいた。でも、不良品が混ざったままじゃ、安全面が危ないのは分かっていた。それでも、どうにかなると踏んで、結局。あなただけの問題じゃないんですよ、三好さん。作業員や利用者の命を預かってるんですよ、俺たちは。三好さんは、俺の言葉に顔を歪める。握りしめた拳が小刻みに震えているのが見えた。風間、本当にすまん。お前はあんな事故で足を怪我しても、まだ現場や会社のことを考えているのに、俺は納期やコストばかりに気を取られて、大事なものを見失っていた。お前の言う通り、人を大事にしなきゃ、建設業は成り立たないよな。そう絞り出すように言った後、三好さんはまるで自分を呪うかのように目を伏せる。俺は、会社からも現場からも切り捨てられるだろう。もう終わりだよ。何もかも取り返しがつかない。震える声で、そうつぶやく三好さんに、俺は静かに車椅子を寄せる。彼がどれほど深い開墾の淵に沈んでいるのか、痛いほど伝わってくるからだ。三好さん、後悔しているならやり直してください。俺だって、あなたの知識や経験を評価していましたから。追い詰められて苦しかったのはわかります。けど、あなたが本気で自分の過ちに向き合うなら、決して、道は閉ざされないと思います。三好さんは、首を横に振ろうとするが、言葉に詰まったのか声が出ない。その横顔は情けなく歪み、
涙まで浮かんでいるのが分かった。でも、こんな裏切り行為をしておいて、今更何を、どこに俺の居場所があるって言うんだ。彼はか細い声で自重する。しかし、だからこそ、俺は前を向いて話し続ける。人を大事にするっていうのは、建設業の根幹です。俺たちは足場を組む時も、鉄骨を立てる時も、必ず誰かの力を借りて支え合ってる。三好さんだって、もう長い間、この現場に命を懸けてきたはずです。もし本当に後悔していて、人を守る仕事に戻りたいなら、やり直す意思を見せてください。きっと会社も、作業員たちも、あなたの経験を必要としてくれるはずです。少なくとも、俺はそう信じてます。そう言うと、三好さんは驚いたように顔を上げた。その目には、わずかながら光が宿っているように見える。彼は肩を震わせながら、ようやくわずかな声を絞り出した。風間、お前は本当に甘いな。俺みたいな裏切り者を、まだ買ってくれるのかよ。甘いかもしれないけど、俺はそうありたいんです。人を切り捨てるんじゃなく、立ち直る手助けをしたい。それが、あなたが教えてくれた、現場は人を大事にするって精神なんじゃないんですか？三好さんはかすかに息を飲み、目を閉じると唇を噛む。しばらくの静寂の後、彼はかすかに首を縦に振った。ありがとう。俺はもう一度やり直してみるよ。責任を取るのは当然だけど、それでももし戻って来られる道があるなら、俺はもう一度命を懸けて現場に向き合いたい。彼は一瞬だけ涙をこぼすが、すぐにその涙を拭い、意を消したように小さくうなずいた。弱々しいながらも、どこかつきものが落ちたような表情をしている。これから彼がどんな道を歩むにせよ、今回の後悔を糧にして、人を大切にする建設の精神を取り戻してくれることを、俺は願ってやまない。数日後、俺は病院のリハビリ室で歩行練習に勤しんでいた。まだ車椅子生活がメインだが、少しずつ体を慣らしていく段階だ。手すりを伝いながら慎重に足を運んでいると、入り口の方から元気そうな声が聞こえてくる。お邪魔してもいいですか？あ、思ったより順調そうじゃないですか。視線を向けると、久美さんがカジュアルな装いで現れた。俺は思わず姿勢を正してしまう。久美さん、わざわざすみません。こんなところまで来ていただいて。いやいや、リハビリ頑張ってるって聞いたら気になっちゃって。大丈夫？無理はしてない？彼女はまるで現場を視察するみたいにぐるりとリハビリ室を見回し、すぐに俺のそばへ寄ってくる。距離が近くて少しドキリとしてしまう。大丈夫です。先生にも焦らずにと言われていますし。でも、できるだけ早く動けるようになりたい気持ちもあって、つい力が入りがちなんですよね。そりゃわかるけど、逆に再起不能になったら元も子もないでしょ。彼女は軽口を叩きながら、俺がバランスを崩さないよう手すりの反対側で構えてくれる。そうですね。頑張って動けるようになったら、俺にももっとできる仕事ありますよね。そう言うと、久美さんはわざとらしく肩をすくめてみせる。仕事も山ほどあるけど、それだけじゃないわよ。あなたとしたいこと、実はまだまだたくさんあるんだから、覚悟しておいてね。そうなんですね。仕事以外にもいろいろと。さあ、どんなことかしらね。とにかく、焦らずリハビリ頑張って。彼女が微笑むと、まるで部屋の空気が一段と柔らかくなった気がする。ドキリとする胸の高鳴りをごまかしつつ、俺は思わず姿勢を正す。わかりました。リハビリを頑張って、もっとお役に立てるようにしますね。待ってるね。久美さんが小声でそう付け足すと、顔が熱くなるのを感じた。でも悪くない。いや、むしろ最高にやる気が出てくる。仕事も、そしてそれ以外も、彼女の期待に応えたい。そんな思いで胸が満たされていくのが分かった。あの事故を経験して、助け合うことの尊さや、信頼の重みを痛感した。くじけそうになっても、決して一人ではないし、相手を思いやる姿勢を忘れなければ、どんな壁も乗り越えられる。これからも俺は、人との絆を何よりも大事にし、誠実な気持ちを貫いて、前に進んでいきたいと思う。